こんちは。パート4やっていきます。今回は、体験以外の武器でやっていくよ。ほうほう。まずは、今装備しているチャージアックス。最高倍率の睡眠スロ3ですね。これめっちゃ強いです。スムラなら100点だったけど、95点くらいはある。チャークって操作複雑ですけど大丈夫なんですか？任せろ。4G では、体験の次に使ってた。スキルもモリモリですね。お守りが、通撃力砲術13スロ1と、まあまあやばいからね。しかし、公民入りですか？前回と被って申し訳ないけど、またバサーラーに行くよ。なるほど。バサルなら相性良さそうですね。あ、レア出てる。最後に忘れずにお宝寄りましょうね。ちなみに、体験と違って火薬術はいらないよ。ど根性つけられますね。ただ、ダイラーの相性は体験ほど良くないから、全く油断できないけどね。よし行きましょう。チャークの良いとこ見せるぞ。ここ種使ってるけど、お宝1だったの忘れてたわ。宝は最初スルーなので、お宝エリアから1に移動するときに使いたいです。お宝エリアについては、このクエの最後に触れるね。取れるものは、ほぼ全部有用です。そしたら、まずは、石を使っていこう。手数武器は進撃必須です。勢いで対象も解いたけどこれはいらなかったかも。チャークは極限解除しやすいですしね。その分、普段の立ち回りは結構窮屈だけどね。まずは瓶を止める。当てられる部位に地道に当ててくイメージですね。今後体はないから、なるべく解けないようにしたい。動きが重いから、立て直しが難しいんですよね。盾強化まだだけど、チャンスだから普通に投出しよう。チャークは MH4 からあった武器ですが、盾強化、盾付き、超高出力などは 4G からです。4の時はマジで空気だったな。一緒に登場した総中魂が強かったですからね。盾強化すると、このダメージ 1.2 倍になって、ガード性能も上がる。これを維持するのが基本ですね。さあ、そろそろ解除できそうだけど。できましたね。ちなみに極限中は属性ダメージ全カットだけど、空眼瓶は無効化されないぞ。あと盾付きは弾かれなかったり、割と優遇されてます。今見たく爆発付きでガードするのが GP、ガードポイント。で、これが GP の試験点入り。コマンドは R と三角で一緒なので、使い分けが難しいです。R と三角も同時だと GP 付きで、R が先に入ると GP なしだね。正確には、ガードしながら変形すると GP なしになるんですよね。とっさにガードしたければ GP。素早く攻撃したければ GP なしで使い分ける感じ。今更ですけど、複雑すぎませんかね。初心者におすすめできない武器ぶっちぎりでしょ。なんなら、今は、剣強化にこの強化もありますからね。まあ、どんだけ複雑でも火力さえ出るならいいよ。ライズの低出力チャークを許すワイルズチャーク、頼んだぜ。の。寝ました。超高出力で寝起きドッキリタイムだ。体験やチャークは、睡眠との相性がいいですね。そうだと抜かすだけじゃなくて、叩き起こす一撃の重さも重要だからね。ちなみにこの時代、兆候を打つと盾強化取れます。再局面しても、根出とか当ててるとすぐ解除できるよ。解除用でパナしてキャンプを来るまでがセット。お、これはまさにお祈りパナしチャンスだ。ローリングは、意外に学校でも対処できます。よっしゃ、まずい。今回的確に立ち回ります。再局2回目を経て討伐間際。割と順調ですが、なんだかんだ10分はかかってます。ラーゾロは体験以外の連動だね。ぶっちゃけ効率だけ見ると大体一択ですしね。よし、終わった終わった。ここからよ。バサルは相性いいですからね。開幕とエリチェンで超根質に確定するもんな。目覚ましは景気よくいきましょう。ドーンだよ。榴弾瓶のダメージは肉質無視なので、バサルがどんな体勢でもダメージが期待できます。威力はバリエツ依存なので、クーネエンカムとかじゃないけど、十分なダメージが出るね。クーネは攻撃力以外から騎士なので、スキルを含めて小回りが効きづらいですしね。同時になって
発掘と生産の差は縮まったけど、さすがに最高倍率の睡眠だからね。もう寝ました。これで、また調子が打ててしまう。恐竜化も割とすぐ解除できるんで、ほんと強いです。ただ、残撃部分はもちろん肉質依存だから、正直、見た目ほどめちゃくちゃなダメージは入らないよ。1分もせずにまた寝ました。バサルは睡眠耐性が低いんだよね。肉質硬いモンスターは絡めてが有効ですよね。八つからき原種は何も有効じゃなかったよ。ワイルズの雲は大丈夫かな。恐竜化2回目。そういえば、パート3で最強竜化のこと最強って言ってた。まあ似たようなもんですし。青々言ったらフィニッシュだよ。兆候を当てたら終わりそうですね。潜るのを待って突入。ぶっちゃけ倒すだけなら、ベルチェンと兆候を繰り返してればいいです。使える仕様は全て使っていこう。お疲れ様でした。17分ちょいでした。よし、お宝だ。お宝エリアにも何種類かあるんだけど、とりあえず青鉱石が3つあれば当たり。青鉱石からは封じられた武器が出ます。確率は 7% なので、意外にポロポロ出るよ。そのうち、お宝リタマラでも取りたいですね。そうだね。マルチがなくなって需要高くなってるし。ここでは、武器以外にも、流線化とか、高級虫餌とか、有用で珍しいアイテムが取れます。クリア後だと全部は取れないけど。レア10はなしと。まあまあ、レア10自体あまり見ませんし。切り替えて、次行きましょう。よし、じゃあ次は総中魂だ。秒ですね。前回当てた毒の最高倍率はとりあえず置いといて、最高倍率積む玉比でやってくよ。これもスロット以外完璧ですけどね。テオは体験でも何度かやったことあるけど、総中魂じゃないと安定しなかった。体験の手を TA とか芸術ですよね。ちなみに食事は毛づくろい術にしてるよ。爆破やられを回避2回で解除できます。では行こう。ちなみにテオとやるときは手元にタイマーを準備するといいよ。我々はスマホのタイマーを使ってます。詳しくは口述するけど、これがないと数分に1回デスすることになるからね。とりあえず P 狩り状態は普通に戦います。戦い方はケツに張り付いて後ろ足を狙うだけ。あれ、白エキスされてませんよ。これはあえてだよ。いいところで3色が切れないように怒り寸前に揃えるようにしてる。ふむふむ。さっきのタイマーと関連することだから、とりあえず怒ったらまとめて話そう。最近のテオとはだいぶ違いますからね。怒った。よし、タイマーセットだ。テオは怒り以降から学寮の大技が来て、怒り解除する仕様があるよ。同行者はタイマーを92秒に設定して、鳴ったら武器をしまって逃げるようにしてます。たまにタイマーをし忘れて爆散するのがご愛嬌。とはいえ、タイマーばかり気にしてられません。そうね、テオは油断すると一気に削られるから、欲張らないことを念頭に置いてるよ。空中剣って結構隙が大きいですからね。そう、攻撃するまでは早いんだけど、モーションがいちいち長いんだよね。モーション値が高いので、慎重にやっても火力は出ます。こういう壁際はバックジャンプに引かれないよう注意。張り付くか離れるか、メリハリつけていきましょう。爆破やられになっても焦って転がらずに、攻撃できるとこはしていくよ。引っかきは危ないですが、密着して回避すると意外に当たりません。むしろ引っかきに対処できないと厳しいね。ここ危ないです。前方のが来てたらやばかったね。のば考えるとモルトにしたいですが、突進と飛びかかりに対応できないんですよね。そうならないために、吹っ飛びは食らいたくないよ。あ、これも危ない。これは距離があるから逆に安全かな。中途半端に離れるのが一番危険ですね。さあ走行してたらそろそろ時間だ。キリがいいところで納品しましょう。ここでも欲張らないことが大事だ。今後次第で多少ブレますが、時間が来たら一切手を出さないと決めた方がいいです。ポン来た。ドーン。タイミングさえ分かってれば、砥石とか回復が使えるよ。
テオは、ひたすらこの繰り返しです。このクエは怒り3回終わるとエリア移動で4回か5回目くらいで討伐かな。だいたい11から13分。噛み合えば5分身ですね。そんなこんなでエリア移動。テオは戦い自体は楽しいんですが、タイマーを気にしてないといけないので、結構神経使います。最後の最後でノバ食らうとドロー感半端ないよ。報酬は多いものの体力も多いので、時間効率的には微妙だったりします。まあ局面とかないから癒し枠ではあるけどね。5回目の怒り状態、あと一息です。やってて思ったけど、前回出た匠40のデッコン、やっぱ試す価値あるわ。20だとマジですぐ白に落ちる。この時代まで、紫と白の火力差は 10% あります。スキル1つ分削っても紫に上げる価値あるんだよね。なんでダブルクロスから紫弱くなったんでしょうね。やっぱ、スキルでとの幅を広げたかったんだろうね。まあ食作品ほどじゃないけど、匠が最優先になっちゃいますね。G がつかない作品だと白が上限だから、青から白にする価値は依然高いけどね。ワイルズはどうなるんでしょうね。さすがに白止まりだと思うけど、楽しみだね。ちなみに、ワイルズのオープンベータの模様も動画にしたいと思っています。PC 版でやるよ。あ、でお疲れ様です。うい。12分くらいだったの。このクエは片手双剣です。海王宗人のジャリジャリ言うの結構好き。わかる。あ、オープンベータ中は、さすがにワイルズに集中するけど、4G も継続してやっていきますよ。引き続きお待ちいただければ幸いです。ほいじゃ、次の動画で。またね。